単魚雷が一発で撃沈できる理由。世界初の酸素魚雷は日本が開発。魚雷は水中を魚のように航行して目標とする艦艇や潜水艦に向かい破壊することを目的とした兵器である。もともとは地上の地雷のように敵に遭遇するまでは海に浮いていた機雷が自らの推進力で敵艦に向かうように進化した兵器が魚雷だ。魚雷という名前はよく聞くが、実は魚形水雷の略である。現代の艦艇や潜水艦には必ずと言っていいほど装備されており、航空機から投下して攻撃をすることも可能である。海上自衛隊の艦艇には単魚雷が装備されており、対戦ヘリコプターや対戦哨戒機にも搭載することができる。太平洋戦争において世界最大の戦艦ヤマトは航空機からの12発の魚雷を集中的に食らって沈没した。今回は艦艇が最も恐れる兵器である魚雷の特徴やその破壊力、そして魚雷攻撃を避けるための対抗策について解説していこう。日本が開発、世界初の酸素魚雷とは。魚雷はイギリスのロバート・ホワイトが発明したと言われている。1864年に試作された魚雷の性能は全長2メートル、直径36センチメートルでかなり細長い形をしており、重量 135kg、策略量 7kg、水中速力は6ノットであった。現代の魚雷は艦艇よりも非常に速く、回避する艦艇を追尾するため、一度発射されると致命的ダメージを与えることができる兵器である。当時の魚雷の動力は46気圧でボンベに詰められた圧縮空気であり、それをエンジンに送り込むことにより回転運動を発生させ、2枚のスクリューに伝えるといった仕組みであった。魚雷の性能は水中速力の高さと爆発によるダメージの大きさが最も重要となる。その後、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアの5カ国それぞれで魚雷開発が行われるようになった。第二次世界大戦時には蒸気機関という動力がインフラ化された。それが魚雷にも応用されたため、日本以外の各国の魚雷の速力は大幅に速くなり、30から50ノット、時速55から 90km まで出せるようになった。さらに射程も3000から1万メートル、策略量は 300kg 前後まで増加し、速力、破壊力ともに向上していった。ただし艦艇や航空機に搭載できるサイズには限界があるため、とにかく巨大化して速力や破壊力を上げるということはできない。一方、圧縮空気は燃焼に必要な酸素の割合がたった 20% で、残りの 80% は必要のない窒素であったため、各国では動力に必要な酸素だけを搭載できる魚雷の開発が進められた。しかし爆発的な燃焼を起こす酸素をコントロールすることが難しく、武器として搭載するにはリスクが高すぎるということで、戦場では不向きであるとされ、ほとんどの国が開発を諦めた。そのような中、開発を継続した国があった。それが我が国日本である。他の国は燃焼開始時から酸素を使う仕組みで失敗を重ねていたため、日本は燃焼が安定するまでは空気を使い、徐々に酸素に切り替えるという絶妙な制御装置の開発に成功した。そしてついに世界初の酸素魚雷の開発に至ったのだ。ただ酸素魚雷は非常にデリケートな武器であることは変わらず、専門の調整係がつく必要があった。魚雷の信管の種類。魚雷は目標に当たった瞬間に爆発する兵器と思われているが、直撃せずともダメージを与える種類もある。魚雷には触発信管や磁気信管などの種類がある。信管とは弾薬や爆弾などを炸裂させるための起爆装置のことである。触発信管は艦艇の側面を狙って発射する魚雷で、目標に命中した瞬間に爆発して喫水化を破壊、大量の浸水を与えることで艦艇の行動を奪う。
しかし艦艇は戦闘中、敵の攻撃に備えて数百という区画をハッチで閉じているため、一箇所に攻撃を食らってもある程度の区画のみで浸水を食い止めることができ、浮力を維持できる。確実に撃沈させるためには数発の魚雷を撃ち込む必要がある。実際太平洋戦争では世界最大の戦艦ヤマトでさえ左舷を魚雷で集中攻撃され沈没している。ヤマトの壮絶な戦いについては他の動画で解説しているので、そちらをご覧いただきたい。一方、磁気深艦魚雷はその名の通り、艦艇の磁気に反応して爆発する魚雷だ。これは強力な威力を持ち、爆発すれば一発で撃沈させることもできる。船にはキールと呼ばれる船底の中線を艦首から艦尾まで貫く背骨のような柱が通っている。このキールが爆発により破壊されると、船体は重要な支えがなくなり、真っ二つに折れてしまう。水中からの攻撃のため防御することが難しく、キールを破損すると一気に崩壊してしまう。また魚雷には単魚雷と長魚雷があり、海上自衛隊艦艇や対戦航空機が搭載しているのが単魚雷、潜水艦に搭載しているのが長魚雷である。破壊力が強いのは潜水艦に搭載している長魚雷だ。単魚雷は長魚雷に比べればサイズが小さい分、策略の量も少ないが、小さいからといってその威力は侮れない。水中に存在する潜水艦には常に非常に強い水圧がかかっている。海中では100メートル潜ると水圧は10気圧になり、500メートル潜航した場合、1センチメートル四方に50キログラムもの水圧がかかることになる。つまり一発当たれば爆発と水圧で甚大なダメージを与えることができ、水圧で潰れるかそのまま海底に沈没することになる。潜水艦から発射される長魚雷の脅威。長魚雷は潜水艦に搭載されるタイプの魚雷で、全長が長く策略量も単魚雷より多いため、その威力は計り知れない。潜水艦から発射される長魚雷はひとたび発射されるとその回避は非常に難しい。艦艇の最大速力は通常30ノット、時速約 50km 前後が一般的であり、スペック上それ以上の速度は出すことができない。しかし魚雷の速力は50ノット前後、時速約 90km のものがほとんどで、どんなに逃げても追いつかれてしまうのだ。魚雷には艦艇が出す音を探知して追尾するパッシブタイプと、自らが音波を出しながら捜索するアクティブタイプがある。潜水艦から魚雷が発射された場合、艦艇は魚雷が水中を進む音、高騒音を探知することでその方位を割り出す。水中ではレーダーを使用することができないため、距離はわからないが方位と音の強弱によりある程度の場所を特定することができる。魚雷音を探知したならば、こちらも対向魚雷として単魚雷を発射して速力を最大に上げて回避行動をとる。対向魚雷とは、こちらが発射した魚雷の高騒音により敵魚雷のセンサーを妨害するためのいわゆるおとり魚雷のことである。また魚雷から逃げるための回避装置が搭載されている艦もある。海上自衛隊の護衛艦秋月型が装備している MOD と呼ばれる回避装置は、発射すると水中で艦艇に似た音を送信して魚雷をおびき寄せおとりとなる対魚雷防御装置である。もう一つの FAJ と呼ばれる装置は、水中でノイズを発生させて魚雷のパッシブセンサーを妨害するもので、 MOD とセットで魚雷から回避するために使用される。ただしこれらが通用しない有線魚雷というタイプもある。有線魚雷とは、潜水艦から発射された後も細いワイヤーがつながっており、艦内の操作員が目標付近まで操縦できる魚雷である。ワイヤーがつながっている限り、おとりに引き寄せられることなく目標に向かわせることができるのだ。ワイヤーの長さは数キロメートルとされ、それ以上はワイヤーが切り離され、魚雷が自ら目標に向かっていく。6
ロケットブースターを装着した単魚雷アスロック。水中に潜む潜水艦を探知し、敵潜水艦と識別した時点で艦艇は魚雷攻撃を行う。海上自衛隊の護衛艦には2種類の魚雷が装備されており、探知した距離によってその2つを使い分ける。まず探知距離が短く潜水艦が近くに存在する場合は、左右両舷に装備されている3連装単魚雷発射管から魚雷を発射する。しかし遠距離で探知した場合、単魚雷では射程圏外のため、アスロックと呼ばれる遠距離攻撃用の魚雷が使用される。アスロックとは単魚雷にロケットブースターが装着されたミサイルで、遠距離にいる潜水艦の存在圏に向けて発射する。このミサイルは当時の艦艇が装備するソーナーの最大探知距離を考慮して開発されたものだ。発射されたアスロックは空中でブースターが分離し、単魚雷がパラシュートで落下して着水した後、通常の単魚雷と同じく潜水艦に向かっていくという兵器である。現在の護衛艦はアスロックを垂直発射装置 VLS に装填している。 VLS のメリットとして、ミサイルを垂直に収めることで装填数が大幅に増加できることや、種類の違うミサイルを装填できるため多様な任務に対応できることなどが挙げられる。海上自衛隊のイージス艦は VLS にアスロックのほか、対空ミサイル SM2、弾道ミサイル迎撃用の SM3 の3種類を装填している。米艦艇はこれに加えて対地攻撃用のトマホークを搭載している艦もある。魚雷の仕組みまとめ。魚雷は潜水艦、艦艇、航空機とどのプラットフォームにも搭載できる対戦兵器であり、一発で艦艇を真っ二つに折るほどの破壊力を持っている。現在日本をはじめアメリカ、中国、韓国、ロシアなどほとんどの国は VLS 化により100発近いミサイルを搭載することが可能となった。今後は米軍の MQ-8C 無人ヘリコプターや無人潜水艇からの魚雷攻撃になると言われており、さらに発射プラットフォームの種類が増えていくことで、対戦ドローンのような新たな兵器も開発されていくと予想される。複数のドローンによる同時魚雷攻撃など、新たな脅威に対処する能力も必要となるだろう。